深夜のタワーマンションで、オートロックを抜けて、高層階行きのエレベーターに、一人で乗り込んだ瞬間、扉が静かに閉まった後、なぜか少しだけ、身構えてしまったことは、ありませんか？自分の部屋に帰るだけなのに、どこかで息を止めていたような、そんな数十秒を、覚えている人もいるかもしれません。伊和観光察ラジオへようこそ。今日はタワーマンションの高層エレベーターホールがなぜあんなに息が詰まるのか、その理由を静かに考えていきます。タワーマンションに住んだことがなくても、高層のエレベーターホールなら一度は体験しているはずです。出張先のホテル、友人の新しい部屋、訪ねた先が高層階だっただけで、同じ感覚を味わった人もいるでしょう。初めて訪れる建物なら、なおさらです。慣れた住人が、何も考えずに通り過ぎる場所を、一つ一つ確認しながら進むことになり、その分だけ建物そのものの静けさや、明るさの異様さに、気づきやすくなるのかもしれません。エントランスの自動ドアが、背中側で静かに閉まる音。あの音を聞いた瞬間、自分の後ろから、外の世界がすっと、遠ざかっていく感覚があります。ロビーは大抵静かで明るく、コンシェルジュの受付も、もう照明だけが、残っている時間です。日中なら挨拶を交わすはずの受付は、無人のまま、デスクライトだけが灯り、防犯カメラのランプが、静かに点滅しています。人のための設備が、人がいないまま動き続けている。その光景こそが、最初の小さな引っかかりです。大理石の床に、自分の足音だけが、やけにはっきりと、響いていきます。エレベーターホールに立つと、壁一面の鏡と、数字だけが並ぶ案内表示が、自分を迎えます。ボタンを押してから、扉が開くまでの数秒、あの間だけやけに長く、感じたことはありませんか？両手に買い物袋を下げていれば、なおさらです。鍵を鳴らす音や、袋が擦れる小さな音だけが、静かなホールに響きます。まだか起きていないのに、案内表示の数字を何度も見つめてしまう。自分の後ろに誰もいないことを確かめるように一度だけ振り返ってしまう。そんな小さな仕草をしてしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。やがてかすかな電子音が鳴り、扉がゆっくりと開きます。その瞬間だけは少しほっとした気持ちになる人も多いかもしれません。普段は気にもしない数秒なのに、深夜だとその数秒が妙に重く感じられます。なぜ数秒のはずの時間が深夜だけ長く感じられるのでしょうか。理由の一つは、音の情報が極端に少ないことです。普段の生活では、話し声や環境音が絶えず耳に入ってきます。ところがエレベーターホールには、その音がほとんどありません。音が少ないと、脳は逆に周囲の変化を敏感に拾おうとします。自分の足音や、かすかな空調の音まで気になってしまうのは、このためです。もう一つの理由は、振り返るという仕草そのものです。誰もいないと分かっていても、一度確かめてしまう。その仕草自体が、この場所には何もないはずだという前提を、自分でわざわざ疑うことになります。安心するために振り返ったはずが、逆に落ち着かなさを、自分で作ってしまっているのです。もし誰かもう一人、隣にいてくれたなら、この数秒は全く気にならないはずです。一人だからこそ、音の少なさや沈黙の重さに意識が向いてしまうのかもしれません。これは大昔から人が持っている習性とも重なります。
背後を確認するという行動は、本来、自分の身を守るための、ごく自然な反応です。現代の安全な建物の中でも、その古い習性だけは、変わらずに残っているのかもしれません。さて扉が開いてカゴに乗り込むと、そこにはもう一人分の静けさしかありません。カゴ内の壁は、大抵鏡張りになっていて、乗った瞬間に、自分の姿がそのまま映ります。昼間なら気にならない鏡が、深夜になると急に、自分だけをはっきり照らし出す、道具に変わります。カゴが上昇を始めると、天井の照明の白さと、鏡に映る自分の姿だけが、一定のリズムで揺れます。ボタンパネルの小さなランプや、天井の防犯カメラのレンズも、この時ばかりは、やけに目についてしまいます。外の音はもう聞こえません。モーターの低い音だけが、かすかに足元から伝わってきます。フロアの表示灯が一回ずつ切り替わっていく様子を黙って見つめていると、時間の流れ方が少しおかしく感じられます。数字は着実に増えているのに、自分だけがその場に取り残されたような奇妙な感覚があります。この時多くの人が無意識にスマートフォンの画面を見てしまいます。何か情報が欲しいわけではなく、ただ鏡と数字だけの空間から意識をそらしたいだけかもしれません。明るくて安全なはずのエレベーターのカゴの中で、なぜ人は無音の数十秒に耐えられなくなるのでしょうか。理由の一つは鏡という装置です。鏡は本来、自分の姿を確認するための便利な道具です。しかし深夜のように、他に情報が少ない状況では、鏡は自分だけを執拗に映し続ける存在になります。四方を鏡で囲まれた空間の中で、自分の姿だけが繰り返し目に入る状況は、思っている以上に気持ちを落ち着かなくさせます。もう一つの理由は、高さによる時間の長さの違いです。5階建てほどの低い集合住宅であれば、上昇時間はほんの十数秒です。ところが30階40階ともなれば、カゴの中で過ごす時間は1分近くにまで伸びていきます。同じエレベーターという設備でも、高さが変わるだけで、中で過ごす体感時間は全く違うものになるのです。その1分の間、人は鏡と数字以外に何も見るものがありません。さらに超高層向けの高速エレベーターになると、上昇の速さそのものが体に伝わってきます。耳の奥がかすかに詰まるような感覚、ほんの一瞬のことですが、自分が今、猛烈な速さで地面から離れていることを、体の内側から気づかされます。数字を目で追うだけでなく、体の内側の感覚までもが、高さを実感させてくる。これもまた、このカゴの中だけで起きる、小さな違和感です。上昇の途中で、カゴが一度も止まらず、自分の行き先の階まで、まっすぐ進んでいくことも、珍しくありません。誰も乗ってこない。誰も降りていかない。その静かな独占状態が、続けば続くほど、早く目的の階に着いてほしいと思ってしまいます。さて扉が開いて、高層階の共用廊下に出ると、今度は別の違和感が待っています。高層階の廊下は、大抵片側が窓になっていて、夜になると眼下に、街の光が広がっています。普段なら綺麗な夜景として、見とれてもおかしくない光景です。ところが深夜に、一人でこの廊下に立つと、少し違う印象を受けます。眼下の光は、自分がいる場所からは、遥かかにあります。車の音も人の声も、全く届きません。
明るい光の粒が音もなく広がっているだけの景色は、現実の街というより、少し作りものめいた静かな模型のように見えてきます。この時廊下の照明は、むしろこうこうと明るく、足元までくっきりと照らしています。外は暗く遠く、中はやけに明るい。この明るさと暗さの差が、体の感覚を少しだけ迷わせます。窓のすぐそばに立つと、ガラス越しに、外の冷たさが伝わってくることもあります。自分がいる場所と、外の世界との間に、薄いガラス一枚しかないという事実が、急にはっきりと意識されます。自分の部屋のドアまでは、本当はほんの数十メートルです。それなのに、高層階の廊下を歩いていると、その距離が普段よりも長く感じられることがあります。足音がやけに響くこと、廊下の先にある非常灯の緑色の光だけが妙に目に入ってくること、各部屋のドアの前に置かれた宅配ボックスや傘立てが持ち主の生活をかすかに感じさせるのに、その気配は姿を持たないこと、歩くたびに天井のセンサー照明が一つ先へ一つ先へと順番に灯っていくこと、自分の歩みに合わせて光だけが先回りしていくような、その感覚も決して気持ちのいいものではありません。そうした小さな違和感が重なって、早く自分の部屋に戻りたいという気持ちを少しずつ強くしていきます。安全な建物の中を歩いているだけなのに、なぜ人は早く部屋に戻りたくなるのでしょうか。答えの一つは、高さそのものが持つ感覚です。人は本来、地面に近い場所で安心を得るようにできています。10階を超えたあたりから、多くの人は無意識のうちに、地面との距離を意識し始めます。タワーマンションの高層階は、安全に設計されていても、体の感覚としては、地面から切り離された場所に立っているのと同じです。もう一つの理由は、人の気配の薄さです。廊下自体はきれいに掃除され、照明もと灯っています。しかしそこには、生活の音がありません。テレビの音も食器の音も、壁の向こうから、かすかにしか聞こえてきません。遠くの階で、別のエレベーターが動く音だけが、壁の中を伝って、かすかに響くことがあります。自分以外にも、確かにこの建物のどこかで、誰かが動いている。それが分かっているのに、姿は全く見えません。安全で快適に設計された空間ほど、人の気配は薄く保たれます。その静けさは、昼間なら快適さとして、感じられるものです。ところが深夜、一人でその廊下に立つと、同じ静けさが急に、心細さへと変わります。やがて自分の部屋の前に立ち、鍵を鍵穴に差し込みます。この時になって初めて、自分が少し肩に力を入れていたことに、気づく人も多いはずです。扉を開けて、玄関の明かりをつけた瞬間、外の廊下の静けさとは違う、自分の生活の匂いと音が、一気に体を包みます。この時のホッとする感覚こそが、逆に廊下での時間が、どれだけ張り詰めていたかを、教えてくれます。ここまで3つの場所を見てきました。エレベーターホールで、振り返ってしまう数秒。カゴの中で、鏡と数字だけを見つめる時間。共用廊下で、自室のドアまでの距離を意識してしまう歩み。どれも本来、気にするほどの長さではありません。しかし深夜という時間帯は、その短い時間の密度を一気に変えてしまいます。音が少なく、人の気配が薄く、光と暗さの差がはっきりしている。そうした条件が重なることで、本来なら意識すらしない
数秒や数十メートルが妙に重く長く感じられるのです。これは何か特別な存在がそこにいるという話ではありません。むしろ逆で、何もいないということがこれほどまでに人を落ち着かなくさせるという静かな発見です。高層マンションという現代的で快適な空間ほどこの違和感はくっきりと際立ちます。便利で安全であるほど人の気配が薄くなった時の落差が大きくなるからです。昼間この同じホールを子供を連れた住人や宅配の担当者が何気なく行き交っています。その時は鏡も数字もただの設備でしかありません。同じ場所なのに時間帯だけで全く違う顔を見せるこのこともこの違和感のもう一つの側面かもしれません。近年はこうした超高層のマンションが街のあちこちに増えてきました。以前なら一部の人しか経験しなかったこの高さの感覚が今では多くの人にとって身近なものになりつつあります。そしてもう一つ忘れてはいけないことがあります。自分が今立っている廊下のすぐ壁の向こうにはたくさんの部屋があり、たくさんの人がそれぞれの生活を送っています。それなのに自分にはその気配がほとんど届きません。人がいないのではなく、人の気配だけがきれいに遮断されている。このねじれこそが高層マンションという空間の一番不思議なところなのかもしれません。昼間に感じる快適さと深夜に感じる心細さは全く同じ設計の表と裏なのだと思います。壁が厚く防音がしっかりしているほど昼は静かで快適に感じられ、夜は逆に人の気配が薄く感じられる。同じ性能が時間帯によって全く違う意味を持つのです。これは建物が悪いわけでも自分の感覚がおかしいわけでもありません。ただ人という生き物が音や気配の多さで安心を図っているというだけの話です。この違和感に名前をつけるなら高さが生む孤立感なのかもしれません。数字だけが動く鏡の中の時間、眼下に広がる音のない光、そのどちらもが同じ一つの感覚、高さによって人の気配から切り離される感覚を静かに支えています。タワーマンションに住む人にとってこのホールはただの通り道です。毎日何度も通り過ぎるだけの見慣れた場所のはずです。けれど深夜という時間帯だけはその通り道が少しだけ違う顔を見せます。便利で快適な暮らしのすぐ隣にこんな静かな違和感が潜んでいたことに気づいた人もいるのではないでしょうか。次に高層階のエレベーターに乗る機会があったら少しだけ不和表示の数字を意識してみてください。いつもと同じ数十秒のはずなのに少しだけ違う時間に感じられるかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。